にちは。ジャパニーズポッドキャスト with4 の4です。皆さんお元気ですか？このチャンネルでは N2、N3 レベルの日本語学習者に向けて心がふっと軽くなるようなお話をお届けしています。なんかいつも通り真面目にシリアスにやるのがちょっと嫌になってきたので、こんな感じでちょっとふざけながらお話ししたいと思います。今日のテーマは何のテーマかというと、日本語はわかるけど話せない、なんで話せないかということについてお話ししていこうと思います。この悩み持ったことある人いますか？私がこの前アンケートを取った時に、このテーマについて話してほしい人が何%だったかな、 50% ぐらいいたのかな、50% ぐらい、70か80人投票したうちの 50% ぐらいがこの話をしてほしいって投票もらいましたので、こちらのお話をしていこうと思います。はい、なんでなんでしょうね。皆さんどう思いますか？なんで話せないと思いますか？まず最初にこのテーマを話す前に、私のちょっとね恥ずかしいエピソードを皆さんにシェアしたいと思います。私はお父さんが韓国人で、お母さんが日本人のいわゆる半分日本人で半分韓国人なんですけど、日本で育ったんですけど、家の中ではお母さんとお父さんが韓国語で話していたんですよね。なので小さい頃から私の頭の中は韓国語は理解できたんですよね。なので高校生のうちとか中学生のうちは、自分は韓国語ができるんだ、周りの人はできないけど私は韓国語喋れるんだって思ってました。で高校2年生ぐらいの時に、私のね日本の高校に韓国のねボーイスカウトだったかな、ボーイスカウトの団体が私の学校に遊びに来たことがあったんですね。で私は私の友達に、私韓国語できるから任せてみたいなことを言ってたんですよ。でその時も私自身その自慢じゃなくて本当にできると思っていたんですよねって感じなんですけど、で思ってて、でいざ韓国のその子たちが来ましたってなった時にマジで何も言えなかったんですよね。アンニョンハセヨぐらいの、もうねその時思ったんですよ。聞き取れるのと聞き取れる能力と話す能力ってちょっと違うんだなって思いました。それ以降高校生のうちは韓国語勉強しなかったですけど、聞き取れるけど話せないっていうことで、そのなんだろうな、ちょっと時はね飛ぶんですけど、大学卒業して1年後、24歳23歳ぐらいの時に韓国語をもっと話したいなと思うようになって、その皆さんみたいにね韓国語のポッドキャストを聞き出して、なんかね韓国のポッドキャストの人たちめっちゃ可愛いんですよね。可愛くてハマっちゃって、でシャドーイングとかしてね言葉に出すようにしたんですよね。真似て、その YouTube って字幕があるじゃないですか。で字幕をその真似てシャドーイングで練習するようになってから、なんとなく韓国語を話すことができるようになったんですよね。で私が韓国語勉強しようって、その話す練習をしようって思ったきっかけが一つあって、私がそのオーストラリアのメルボルンに行ったことがあるんですけど、短い滞在だったんですけどね、その時に現地のオーストラリア人の女の子、全然その子お母さんもお父さんもオーストラリアの方なんですけど、その子が日本語で私に話しかけてきたんですよ。でその子と何回か食事に行ったり遊んだりして、その子の日本語は完璧な日本語ではなかったんですけど、私はその時にすごく勇気をもらったんですよね。勇気です、語学を極めたり喋れるようになるって勇気がとても大切だなと私は思います。なぜかというと、私はその子の完璧じゃない日本語を聞いて、私も
こういう風に完璧じゃなくてもいいんだなって心の中で思えるようになったんですよね。その子のおかげで私のその心の中にあった、それまではね、なんだろうな、韓国語に関しても英語に関してもそうなんだけど、完璧な文法とか完璧な会話とかね、完璧な返答とか求めがちで、あんまりそれを求めすぎて話せないみたいな感じになっていたんですよね。それまでインプットたくさんしてるんだけどアウトプットができないと。それは自分の恥ずかしいその英語とか韓国語を聞いた人が私のことをバカにするんじゃないかって思っていた、その恐れがあったからだと思うんですけど、私はその女の子の日本語を聞いてすごく勇気をもらったし、何せオーストラリアで日本語を聞くっていう体験がね、私できるとは思っていなかったので、その体験をねきっかけに私ももっといろんな人に間違えてもいいから話そうって思えるようになりました。皆さんもね、ある程度の日本語の語彙、ボキャブラリーだったり、あとは文法とかは頭の中にちょっとずつ溜まっていると思うんですよね。なのであとはアウトプットの練習だけだと思うんです。アウトプットをすることができたらもっと話すことができるようになると思います。私もそのアウトプットするために最初は何だったっけな、無料の言語交換アプリありますよね。ちょっと名前忘れちゃったんですけど、それ使って英語とか韓国語ネイティブの人と話したりしてたんですけど、ぶっちゃけて言うと私は続かなくて、それがなんでかっていうと知らない人だし無料だから熱が入らないっていうか、お互いに。なので今はプレプリっていうオンライン英会話っていうかオンラインでその先生に教えてもらうやつで、週に3回50分授業を今半年続けています。皆さんももし経済的に余裕がある方はぜひ私みたいに先生とね一緒にアウトプットするのもおすすめだなと私は思います。ちょっと話は戻るんですけど、私の心の中にあったもの、分かるけど話せないっていう悩みの理由みたいなのって、この完璧主義がちょっと原因だったなって思うんですよね。これは人それぞれ理由が違うと思うんですけど、完璧主義というのは全て完璧であってほしいって思うことです。これは先進国で多いのかな、おそらくチャレンジが怖かったり完璧じゃないと嫌だなってすごく嫌だな思うことです。私は結構この完璧主義があって、例えばこの YouTube を出す時とか完璧なことを喋らなきゃみたいな思ったりとか、完璧ないいサムネイルを作らないととかね思ったりするんです。だから少しずつでもね完璧じゃない自分をさらけ出すこともその言語を学ぶ上ではね大切なことかなと思うので、お金を払ってね今はプレプリで英語を学んでるんですけど、YouTube 上でもね私のこの失敗する様子とかもチャレンジねしていけたらいいなと思います。ちょっとコーヒー飲みます。韓国語の勉強、そのポッドキャストでのシャドーイングは次の仕事につながったんですよね。空港のお仕事なんですけど、韓国のお客さんとかアメリカとかオーストラリアとかのお客さんに日本で使える SIM カードとかポケット Wi-Fi を販売する仕事なんですけど、その言語を勇気出してシャドーイングしたりとか、あとポッドキャストを聞くとかね、少しずつやってる努力っていうのが次の仕事に結びついたので、少しずつシャドーイングするとか少しずつ毎日語彙を増やすのってすごく大切だなと思います。あとはそのアウトプットが大切ってさっき言ったんですけど、その空港での仕事を始めてからも
全然わからない韓国語とか英語とか何回か出てきたりとか、その接客で使う韓国語とかが私全然わからなくて、韓国の同僚がその時いたので、韓国人のね、その韓国人の子に教えてもらったりとか、なんかこんな感じでね、안녕하세요、유심며칠동안이용하세요とかね、こんなの私知らなかったので、その同僚に聞いてメモして、何回も何回も10回20回30回言ったら、その自分の口が覚えてるんですよね。며칠동안이용하세요とかね、ポケット Wi-Fi とかね。なので私がおすすめは、そのシャドーイングで使えそうな単語とか使えそうな文を何回も何回も口で練習するのはおすすめだなと思うし、なんか独り言もいいって言いますよね。いろんな YouTube 見てると、語学力を上げるには独り言するのもいいって。私今実はフィリピンにいるんですけど、お前どこにいるんやっていう感じじゃないですか、いつもね。まだ英語も韓国語も完璧じゃないけど、タガログ語っていうフィリピンで使われている言葉もなんかね、少しずつでも勉強しようかなって思ってて、私は毎日その日記をこのカメラで撮ってアップロードしようかなって考えてます。緊張するけどね、そして失敗しそうだし、なんだろう、全然人が見てくれないかもしれないけど、だけどまあ少しのチャレンジが未来の成功っていうか未来の成長につながると思って、私も少しずつね、皆さんだけじゃなくて一緒にこちらから応援してるし、頑張りたいなと思っておりますので、ぜひね、めげずに少しずつやっていきましょうね。じゃあ最後に一つだけことわざを紹介したいと思います。習うより慣れよです。習うより慣れよ。これは人からたくさん教えてもらう。例えば人からさ、教えてもらうことあるじゃないですか。それより慣れた方がいいっていうことです。私はこのフィリピンに来て初めて一人でバスに乗りました。バスに乗るときにバス停がどこにあるか全く分かりませんでした。私は日本の感覚で Google マップを使えばどこにでも行けると思っていましたが、そんなことありませんでした。バス停があると Google マップに書いてあるところに行ったら何もありませんでした。その時私は聞きました。人に勇気を出して聞きました。でも30分ぐらい聞けなかったんですよ。私もビビりなんでね、聞けなくて、人に聞いたらあそこにあるよって言われたんですよ。それでね、あっちにあるんだって言ってバスに初めて一人で乗ってね、で日本とちょっとねお金のね払い方のシステムとか違ったりとかするけど、乗ってみて初めてね慣れたんですよね。どんなにフィリピン人の友達からバスはねこうやって乗るんだよって、バスはねこうやってね止めるんだよって言われても分かんないですよね。人間って乗ってみて初めてこんなに簡単にできるんだとかね、慣れてきてどこにでも行けるなって私も思ったんですけど、皆さんの語学も一緒だと思います。習うより慣れよ。ぜひね使ってみてください。そしてね、いろんな人と、日本人とかね、日本のハーフの子とかね、あとは日本語喋る人とかね、いろんな人とね、私はぜひ会ってみてほしいなと思います。そうすることで私みたいに心のブレーキが少しずつでも外れたりとか、私もやってみようと思えたりとかできるんじゃないかなと私は思います。皆さんはどう思いますか？どうしたら日本語話すことができるようになると思いますか？ぜひね、みんな日本語ね、私のチャンネル登録者の人たちは日本語学習者の人ばかりですので、ぜひ自分が持ってるチップ、コツがあったらね、私のコメント欄でね、ぜひシェアしてくださいね。お待ちしています。じゃあね、今日のポッドキャストを以上で終わりたいと思います。皆さんの次の1週間もとってもハッピーで
愛のあふれる1週間となることを願ってこのポッドキャストを終わりたいと思います。では最後まで見てくれてありがとうございました。また次の動画でお会いしましょうね。バイバーイ。